連合軍が北アフリカ戦線や東部戦線で枢軸軍を打ち破った後、戦況は一変し、枢軸軍は後退を余儀なくされました。ドイツ国内でも徐々に不穏な空気が広がり始めます。これまでドイツは生存権を求めて東方へ攻め込む戦争を行っていました。しかし今や戦争の主導権は連合軍に移り、戦争は共産主義の支配からヨーロッパを守るという形へと変化していきます。すべての資源を結集できなければドイツは敗北し、ロシアに占領される可能性が高まり、共産主義に支配される恐れがありました。このような状況下、ベルリンのスポーツ宮殿でゲッベルスが総力戦演説を行います。総力戦を諸君は望むか。今こそ国民が立ち上がり嵐を巻き起こすのだ。この演説は一時的にドイツ国内で効果を発揮し、国民の士気を高めました。しかし数週間も経つとその効果は次第に薄れ、ナチス指導部が期待していたような嵐は巻き起こりませんでした。ドイツ国民は戦争への恐怖に支配され、日々の生き残りに必死だったのです。一方連合軍はモロッコのカサブランカでアメリカ大統領ルーズベルトとイギリス首相チャーチルの間で会談を行っていました。会談の主な内容は今後の戦争方針について話し合うことでした。当時の主戦場は東部戦線でソ連がドイツと激しく戦っていました。そのためアメリカとイギリスはソ連の負担を軽減するために別の戦線を開く必要があったのです。こうして考えられたのがイタリアかフランスのどちらに新たな戦線を開くべきかという問題です。アメリカはイタリアを占領しても効果が薄い、むしろ負担が増えるという考えからフランスへの上陸作戦を推していました。しかし連敗続きだったイギリスは国民の支持を取り戻すためにもイタリアを占領して明確な成果を得たいと考えていました。さらにアメリカとイギリスは協力してドイツを爆撃し敗北に追い込むという方針を決めたものの、イギリスは夜間の爆撃が効果的だと考えていたのに対し、アメリカは昼間の爆撃が有効だと主張していました。このように連合国の間には徐々に利害関係による対立が生じていましたが、戦後にその対立を解決することにし、連合国は枢軸国が無条件降伏するまで戦いを続けることを宣言しました。こうして最終的にアメリカがイギリスに譲歩する形でイタリアへの侵攻作戦が決定されたのです。その頃ソ連軍は次々と攻勢を仕掛け、ドイツ軍の決定的な弱体化を狙っていました。ドイツ軍は崩壊寸前に追い込まれ、士気も低下していましたが、死に物狂いで大規模な反撃を開始します。その結果、ドイツ軍はウクライナの前線をどうにか安定させ、損失をいくらか取り戻すことに成功しました。しかし戦闘は冬の到来とともに一時停止します。この間、ドイツとソ連は冬が明けた後の戦闘準備を進めます。ドイツ軍が準備した作戦は、前線の出っ張っている部分を南北から挟み込み、敵を分断し殲滅するというものでした。しかしソ連軍はこの作戦を見抜いており、その部分の防御を固めていました。ドイツ軍はこの作戦のために各地から強力な部隊を引き抜いたため、他の部分の戦力が弱まってしまい、冬が明けた後戦いが始まると、圧倒的な数のソ連軍戦車や大砲、航空機によりドイツ軍は引きつけられ、その間に他の戦線でソ連軍が攻勢に転じ、ドイツ軍は崩壊していきました。その頃南方では北アフリカに上陸したアメリカ軍とイギリス軍がアイゼンハワー中将の指揮のもと、シチリア島への上陸を開始していました。グライダーや空挺部隊の降下を皮切りに始まったこの上陸作戦では、倍以上の戦力を持っていた連合軍が圧倒。ドイツ・イタリア軍は戦いながら退却を続け、最終的にほとんどがイタリア本土へと撤退しました。この新たな脅威に対処するため、ドイツではただでさえ足りない戦力を分散しなければいけなくなります。しかしこれに対応するためには当然軍勢が必要で、その軍勢というのは東部戦線に使うための軍勢しか残っていませんでした。こうしてヒトラーは東部戦線で実施していた作戦を中止する決断を下し、東部と南部2つの戦線に戦力を分散していきます。今まで何とか持ちこたえていた東部戦線は兵力が減少したことで完全に崩壊し、これ以降のドイツ軍は東部戦線で敗走を続けていくことになったのです。当時ドイツにとってイタリアはそこまで重要視されていませんでしたが、それでも失うわけにはいきませんでした。
理由はイタリア軍がバルカン半島を守っていたため、イタリアが脱落すればその地域の防衛が難しくなるからです。そのためドイツはイタリアを味方に留めておかなければと考えていました。しかし連合軍がイタリアの南側から攻め込むと、初めての空襲を受けたローマ市民はパニックに陥り、イタリア軍内では戦争は続けられない、降伏すべきだという声が高まります。ムッソリーニは降伏しないと強硬な姿勢を崩しませんでしたが、最終的にイタリアの最高会議でムッソリーニは権限を国王に返還すべきだという意見が提出され、圧倒的多数で可決されました。これを受けてイタリア国王はムッソリーニを首相から解任すると宣言します。こうしてムッソリーニ体制はあっけなく崩壊。その後イタリア軍の参謀総長を務めた経験のあるバドリオ元帥が首相に任命され、彼の下で連合国との休戦条約が結ばれました。ついにイタリアは第二次世界大戦から脱落したのです。ムッソリーニの失脚を知ったヒトラーは、イタリアは裏切ったと激怒し、政府関係者、国王バドリオを捕まえると宣言。イタリアは休戦条約を結んだけれど、イタリア国内でドイツ軍が抵抗を続けたため、連合軍との戦いは終わらなかったのです。さらにヒトラーは逮捕されていたムッソリーニを救出し、ファシストの残党によるイタリア社会共和国を樹立させましたが、それは名目だけの政府で、実態はドイツ占領下の地域に過ぎませんでした。陸でそのような戦いが繰り広げられていた頃、海では連合軍がイギリスに大量の物資を補給し、大陸への上陸作戦を準備しているし、空では連合国がドイツ占領地域のみならず、ドイツ本国の上空まで制圧している状況でした。先ほども言った通り、イギリスは夜間の爆撃が効果的だと考えていたのに対し、アメリカは昼間の爆撃が有効だと考えていたため、イギリスは主に敵の反撃を受けにくい夜間に焼夷弾を使いドイツの街を焼き尽くし、アメリカは主に狙いを定めやすい昼間にドイツの軍事、工業、経済組織に狙いを定め、精密爆撃を行いました。こうしてドイツ国民は恐怖のどん底に突き落とされ、次第に士気も低下していきます。そうなるとドイツに占領されている地域の中では、ドイツの支配に抵抗しようとするレジスタンスと呼ばれる人々が活発に活動を始め、ドイツの支配は内側からも崩壊を始めていきました。このような戦況の悪化を受けてヒトラーは、東方のソ連よりも西方のアメリカ、イギリスに備える必要があると判断し、西方地域を優先する方針を決定します。こうしてヨーロッパ西部で歴史上最大規模の上陸作戦が始まっていくのです。